なんでわざわざ外でみたいな、めんどくさいとか、別に家でいいじゃんみたいな、全く論点が違うというか、すごいね。もう50万回を超えてるんですけど、まあ結構強めな言葉を残して帰っていくわけです。そんなん普通ですよとか、当たり前だろうとか、嫌だったんですっていうただの感情じゃん。うちらがどう思うとかは関係ないんですよね。ドロドロだったんで入れ戻れました。え、マジで？そう、手がめんどくさいですよ。このまんま？これ焼肉、これ用なので、これ下につかないから。つまむやつここにあったよ。いただきます。ワークマンのつまみやつのやつだ。これはチャイハン。チャイハンね。細っ。あ、トロちゃん好きそうじゃん。箸みたいに使うんだよ。うまっ。でかいやつ。いきます。あ、それで俺さっきごまついてたんだ。垂れ流れてたから。めっちゃビールと合うじゃん。でもリフレクター忘れたからな。本当はもっとあったかいんだよ。確かに。すごい感じになってきた。これでうわ、こうすぐ黒くなるな。すすがこれなんかこんな黒くなるんか。もうちょっと置き火になってからやった方がいいか。それではもう焦げてる。そう、ちょっとこう炙ってみた。そっか。おこの富士山野営道具店で買ったなんていうやつだっけか、ノリノリだっけこれ、ノリノリプロジェクトとかなんかそんなんだっけ。ほらぴったり。ぴったりじゃん。すごいよ。いいね。ちょっと焼き入れて。焼き入れたらこう。すすがすごいからさ、火があると、火が静まってくれない。まあでもすすごと食いますか。はい。すす好きです。つなぎもでいいですか。はい。何がいい？あ、もう何でも全部です。じゃあまずつなぎも。イエーイ。まあ味付き買ったんで。ちっちゃいし出すそっちに。あ、大丈夫。いいね。焚き火が。
すごいやりやすい。熱い。ああ、いいじゃん。めちゃめちゃ炭焼きじゃん。もうお皿みたいだね、その網が。ね。おお、すごいなこれ。うわ、落ちる。こういうことにもなるか。これでいい。ああ、いいよ、ありがとう。これでここにね、こう直接おお、いいじゃん。下ろせるから楽だよね。確かに。うわー、落ちたー。あー、結構ついた。久しぶり、この煙浴びるうまっ。の。いただきます。うまっ。美味しい。めっちゃ美味しいな。これで直火焼きです。美味しい。手軽だね、やっぱその網。味がついてればもう焼くだけ。本当に美味しい。あ、もらおう。めちゃくちゃ美味しい。これゴミ箱。はい。これもやりやすいね。これ薪を追加するときにやりやすい。手袋してとかしないで。でもこれむずいのが、焚き火をガンガンしたかったら薪をもっと入れたいんだけど、そうすると美味しく焼けないし。暖を取りながら食べるっていうのが。そうだね。ちょっともうちょっとね、もうあったかくなれば暖取るとかいらないってなればさ、いいんだけど。確かにいい焼き具合です。めちゃめちゃ便利な網を見つけましたね。ね、よかったね。いやー、これまたハマっちゃうね。素焼きもちょっと硬いね。そう高いし。これせせり。やった。これ大好き。火がやばい、こっち。せせってんじゃねえよ。せせってんじゃねえぞ。いただきます。うまい。1。やっぱ私最近もうせせりうまっ。美味しい。これはうまい。ね。これはすごい。あ、この網最強や。最強。すごいな。火力も場所によってね、変えていけるから。ちょこちょこすぐできるの確かにいいね。フライパンみたいな。まあそれも高さも変えられる。そう、熱いからここでこっちがひっくり返してから。確かに。宮崎地鶏のあれみたいじゃない？確かに。炭焼き。まあ、せせってるでしょ。最高。あったか。食べな。私いっぱい食べてるから悪いなと思って。おいしい。
ライト。おおお、すごい。すごい。すごい。わかる。すごいね。柄が可愛い。可愛いね。すごいおしゃれ。あ、ピンク可愛い。めっちゃ可愛いです。明るくなった。ガス管、ガスのなんていうの、このスノーピークのフラットバーナーのここにガス管をつけるんですけど、これを引っ掛ける、このプレートがなくしてしまって、私がこれを太郎ちゃんが探してくれて、結構その元々のプレートが短くっていつもこれかける時にどこ行ったってなるし、このつまみをね点火する時にガスを出すつまみがあるんですけど、これもねあんまりうまく触れないっていうか、結構テーブルに近い位置に来るんですよ、これ自体が。でもこの長いタイプのプレートをタルちゃんが探してくれて、これのおかげですごいスイッチが使いやすくなりました。フラットバーナーを設置します。でプレートをセットします。これがね、本来この半分ぐらいしかないんだよね。そうすると結構上の方に来て、ここを回してガス出すんですけど、それもなんかうまくできなかったり、引っ掛けるのもここにセットする前に引っ掛けてセットしないと、もうここからだとなかなか入んなくてっていうのがあったんですけど、これだったらこの一番下に引っ掛ければもう簡単。さらにこっからも見えてるから、プラスマイナスでどっちが出る出ないとか、スイッチも横なんですよ。これで点火だから、これがねめっちゃやりやすくなった。さらになんかこれ結構安かったって聞いたから、ああ、1000円ぐらいでね、2枚入ってたってこと？それで2枚入ってた。すごくない？めっちゃ便利。これのおかげですごい楽になりました。ここでガスをつけていきます。これはコストコガスです。こんな感じでノンストレス。特別編ですか？今日は特別編のご飯です。カリカリ焼き芋プチビスケットグルテンフリー。よかったね。これがご飯に散りばめられてます。ちょろっと。今日は特別ですよ。ちょっと早いけどどうぞ。2人で出していいの？しかもその魚出すの？なんでだろう。他のものは食べてる。嫌なのかな、あの部分。お魚ビスケット？あ、メリモだ。あ、出ました。これの G 飯。これの時間がやってきた。はい。あ、中だったらもう脱いでも平気だな。これめっちゃ美味しかった。ちょっともう味見してきたんだよね。トムヤンスープの素。こっちはね、チャーハンとか作るやつ、G 飯。結構みんな使ってる人多いんだけど、ね、こっちはなんか初めて食べてめっちゃうまかった。これでスープ作ったら美味しいらしくて、そうだから今日はこのストーブの鍋を使って、トムヤムクンスープを作って、あとはこのチャーハン、これをマルチグリドルで炒めて、コーンとネギを混ぜ混ぜして、G 飯の素、これをちょっと足して、この2つを使って夕飯作ります。お願いします。はい、2口作っちゃえばいいんだけど、火がね1個だからちょっと煮込んだりするのはこのスープだけ。チャーハンが楽します。家にね余ってた野菜でやる。むきエビ買ってきたんで、これを入れます。これじゃあもう切って入れて、これで溶かすだけみたいな。そう、めっちゃ簡単じゃん。めっちゃ簡単。本当はね生麺のラーメンも買ってこようかと思ったんだけど、チャーハンも食べたいから、今回はトムヤムクンラーメンみたいなのはやめときます。はい。めっちゃガン見なんだけど、メリー何作るの？なんか匂いがするみたい。なんかのエビかな。海鮮がね、海鮮好きっておかしいけど、海鮮の匂いがすごい好きなのよ、メリーが。吸い込むじゃん、匂い。気になる。
近づいてきた前進してきた。パクチーを探したんだけどさ、なかった。なかった。めっちゃ残念じゃない？パクチーない。レモンもね買おうと思ったんだけどね、高くて、昨日味見した時にちょっとレモンの風味がスープの素に、じゃあもうそれでいいかなって、このしめじの袋をボウル代わりに使っております基本のスープ、お湯200に本品小さじ3から4。お湯400ぐらい入れるから。小さじ6、7、8、まあ感覚で味見て。もう何回もこの鍋お家で使ってるけど、料理の下手な私がまるでしょっちゅう料理をしてるかのように美味しく作れる。おいすいません。まず沸かす。まず沸かすエビです。エビデンス。エビちょっと開いてんの。今開けた、ちょこっと。もうそれで走ってきたやついたよ。やばいな。ほら。あ、本当だ。あ、すいません、熱いかも。うわ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 、全部入れるんですか。入れます入れます入れます。すいません。全然さ、活発さがないのにさ。じゃんじゃん入れます。トムヤムいつ入れるの。トムヤム、野菜が柔らかくなってからにしようかなって。どんな感じなのか、ね、楽しみです。めっちゃ早いじゃん。早いし、芯まですぐ柔らかくなる。トロトロ。へえ。じゃあ結構多くない？ 3。じゃあ3ぐらい。3だとさっきの200の分、あ、そうか、小さじだから。小さじ8だからそのぐらいじゃない？熱そう。めっちゃいい匂いがします。本格的すぎる誰ですかこれ作ったのみたいな。やべ、よだれ出てた。すごい。なんか本場タイの材料が入ってるみたいな、なんか書いてありましたよね。なんかね。そう、本場タイの調味料工場にてレモングラスやガランガーなどを使ってフレッシュな香りでニンニクとの相性抜群の。すごいよね。へー。キャンプでね、余ったお肉とか食材でコトコト煮込んでも美味しいっていう。次の日の朝とかにさ、余っちゃったなとか持って帰るのもなみたいな。匂いもめっちゃいいもん。でもね、もう一杯かもって思った。ちょっと薄い気がするのでもう一杯入れます、はい。じゃあもうちょっとまた蓋閉めて。いや、蓋すると多分漏れそうだから一旦これで。そう、なんかギュッとした方がいいんじゃないですか。じゃあ弱火でいきましょうか。弱火でコトコトしましょうか。野菜の中にギュッと入れた方がいいんじゃないですか。味を。そうだね。ちょっと吹きこぼれにビビる私。お願いします。はーい。どうです？うほー。わあ、いい匂いする。いい匂いだね。すごい。いい感じや。いい感じ。いきます。おお。うまっ。全然濃さ大丈夫だよこれで。ちょうどいい。ちょうどいい。スープとしてはめっちゃうまい。これ以上濃かったら、まあおいしいと思うけど、あんまこう量いけないかもしれない。あ、なるほどね。ちょっとドロッみたいな。あとわ、なんか香辛料といい調味料といい、すごい凝ったんじゃないかって感じになってる。でエビうま。エビうま、プリプリ。ストーブすごいくない？すごい。くたってならずに野菜もこんな柔らかく。そう、芯から柔らかくしてくれる。噛んだらシャキシャキなんだよね、こんなに。ああ、そうだね。似てるのに。そう、エビもね。ああ、レモングラスの香りと味も酸味もね、美味しい。海外へ来た気分。あと何に使える？焼きそば。ああ、絶対美味しい。
ナムル。へえ。あ、お肉の味付け。へえ。あ、でもチャーハンもいけるんだ。トムヤムチャーハンみたいな。家で味見した時に塩焼きそばにちょっと入れたんだよね。あったまる。なんだかんださ、やっぱニコメリがいるしさ、キャンプはずっと続く感じだよね。続きますね。キャンプブームが終わったと言われておりますがうちはあんま関係ないっていうか、そうだね。結局ニコメリいたら宿泊できないとこばっかりだし、外食ばっかりってよりは簡単だったとしても、そういう外ご飯とかの方がニコメリといられるから、いいなとは思いますよね。キャンプしない人からしたらさ、たまにコメントとかでさ、なんでわざわざ外でみたいなって書いてあったりするじゃん。めんどくさいとかね、別に家でいいじゃんみたいな、大変になってってるだけじゃんみたいなね。そうじゃないんですよね。そこじゃないんですよね。そこじゃないですね。外で食べたいっていうわけじゃないくて、いい景色を見て遊びたいわけですよね。そう。今日もなんかめっちゃ綺麗な森だったから、猿もいたしね、群れで行ったよね。そう、なんかそうそうないでしょ、その猿と同じ空間で飯食べるとか。確かに猿と同じ空間でご飯食べないよね。共存してるわけですよ、こういうキャンプサイトに奪いにも来ないしね。でも日光とか行くとさ、車の中まで手伸ばしてさ、奪われたりするじゃん。確かに結構凶暴なイメージ。そういうのはない感じだったよね。自分は自分でやってますんでみたいな。そう、拾ってるんでみたいなちょっとこれよりは来ないでもらっていいですかみたいな。これ蓋しといた方がいいんじゃないかな。あ、確かに。ありがとう。それこそだからやっぱ犬も一緒に楽しむにはとか考えた時のキャンプだから、そうだね。あと写真がね、ああ、確かに。趣味だから、そのテント張って、そのテントと車と森をバックに写真撮りたいみたいな、あるじゃん。車好きな人とかだったら、なんかわざわざ綺麗な景色、海まで行って海をバックに写真撮りたいとかあるわけでしょ。それと一緒ですよね。キャンプしてる空間の写真を撮りたいっていう、そういう趣味。みんなね、それぞれ違うからね。キャンプで何を求めてるかっていう。そうそう。だから家でいいじゃんっていうのはもう全く論点が違うというか、そうですね。そういうことじゃない。家と同じことをしてるから家でいいじゃんではなくて、違うんですよね。まあやったことないんだろうなと思う、そういう人は。そうだね。川の音を聞きながら寝たいなとかね。でも本当になんでって思う方はずっとそれでもなんでなんだろうなとは思います。別に川の音聞きたくないしとか。一つのものの伝え方じゃない。やったことなくて理解できないんだったらコメントとかでもさ、どうしてそんなキャンプに行きたいんですかみたいな、全然僕には気持ちが分かりませんみたいなって言ったらいいじゃん。確かに。家でいいじゃんみたいなものはその決めつけじゃなくてそうね、言われてもよくないわって思うからさ。そう、登山とかも結果一緒だもんね。そんな辛い思いしてなんで山登るんですか。確かに歩きたくないじゃん。俺はさ、運動が嫌いだから登山を別にしたいと思わないわけですよ。わざわざ疲れて、だけど登山してる人に、平地でいいじゃんとは言わないからね。それみんなのその趣味だから。絶景なんて車で登って何合目までとか行っても見れるじゃんとか、疲れるだけじゃんみたいな、なんでわざわざ車で行けるのに下に車止めて登っていくんですかみたいな根本の話、その歩きたいんだって言ってる人なんだから、とやかく言うことないじゃんね。その理にかなってないと思われるような内容のものっていっぱいありますよね。いっぱいあります。わざわざ不便にしてみたり、そういうのを上げてったらきりないぐらい実はこの世にありそうだよね。そうだね。引っ越しますの動画上げたじゃないですか。暴走族とかがうるさくて引っ越すことを決めましたみたいな動画出したでしょ。あれ未だに再生されていて再生されてるすごいね。もう50万回を超えてるんですけど、もうそれぐらいになってくると本当に
通りすがりの人なわけですよ、見てくれるのは、ね、チャンネル登録してくれてない人、初めましての、まあ結構強めな言葉を残して帰っていくわけですよ。すごいよね、スカッとするような言葉もあれば、ちょっと行き過ぎてて怖いって思う時もあるし、でもまあ嫌な思いしたんだろうなとは分かるよね。そんなん普通ですよとか、当たり前だろうとか、やばいよね、書いてあるんだけどそれはあなたはそうかもしれん、でもうちが嫌だったんですっていうただの感情じゃん。そうだからそれぐらいは普通ですよって決めつけられることはないよねっていう。しかもさ、うちらが言葉で説明してるだけであって、リアルな同じ場所に立ってそこで感じたわけじゃないわけじゃん、だからね、実際の状況っていうのがしっかりと伝わってるわけではないのに。そうだね、音量もわかんないしね、動画だとね。そう、こんぐらいでみたいな、普通だけどこのぐらいみたいなってなっちゃう、もう思い込みとかでああやってかけちゃうんだなっていう世界ですよね。うちらがどう思うとかは関係ないんですよね、そうですね。その書いてる人はもう自分中心で、みんなが自分と同じ意見だと思ってるんだろうね多分。まあそうだろうね。そうじゃないと敵だと思っちゃうのかな。なんか自分と同じ意見じゃないと無理ですみたいな、友達にもなれませんみたいなさ感じなのかな。できましたのでよそります。ありがとうございます。はい、ちょっとドリンク取ってきます。はい。あ、朝日だこれ。あ、いろいろ出てるんだね。あれ、ハルピンカシオレ買った？買ってなくて家から2つ持ってきてるから。じゃあそれを開けちゃったのかも。あ、そうなの。まあどっちでも。これはね、巨峰サワー。サイナン。はい、それど。じゃあいただきます。いただきます。 G 飯入れたんだ。 G 飯入れました。パンチ効いております。おいしい。なんか暗いなと思ったら1個切れてんだ。早っ。この席最高。全部取れるから何もかもできる。いや、ほんとこのスープやばいわ。魔法の素。おいしい。焼きそばに今度やってみようかな。あ、かゆい。まだね、やったばっかりだからアートメイク。書いちゃいけない、洗っちゃいけないだから地獄の1週間が始まってます。サウナもできない。1週間頑張れば綺麗なアートメイク維持できる。あ、絶対これラーメン合うよね。ああ、合うね。日清カップヌードルでさ、トムヤムクン味あるじゃん。私あれ結構大好きだもん。なんならあれに追いトムヤムできる。確かに。あれの麺食べた後にご飯入れて追いトムヤムして、確かに絶対うまいわ。まあだからワンコのためにキャンプしてるの半分ですよね。まあそうですね。もともと始まったのもそれだしね。ボアがね。そう、ホテルとかなかなか行けないし、 OK ってなってても一日中ゲージに入れるの条件だったりすると難しい。そうで、全然さ、今の仕事独立してからさ、家に引きこもりっぱなしで仕事しててさ、なんか外でご飯食べたりとかしたいねってなっても、ホテルは犬が結構厳しいから、まあ行けるとこもあるけど、それで一番最初、軽井沢のスイートグラスにボアと一緒に行ったんだよね。キャンプ場の中にあるコテージ泊、でドッグランがついてるコテージ泊みたいなのに行ってみて、雪まみれでね。そう、あ、こういう遊びめっちゃいいじゃんって思って、まあ自分らも楽しかったし、ボアにとってもめっちゃ走り回ってたし、あ、これは犬も楽しめるんだなと思って、キャンプ場に来るっていいなと思ったんだけど、コテージ高いから、もういくらだったかは忘れたけど、自分たちの仕事のなんか開店祝いで行ったから。あ、そうだそうだ。お店をオープンするにあたって、準備期間が2ヶ月ぐらい、3ヶ月ぐらいかやって。そうだね、3ヶ月でもう。そう、その3ヶ月間は本当にもうできるだけ寝ないでパソコンずっとやって間に合わせないとみたいな感じでやってて、撮影、商品の撮影したりね、準備終わってご褒美で行ったんですよね。だってもうきつくて泣いてたもん。そこでキャンプやってる人たちを初めて見たんだよね。テント泊。多分
あの時まだブランドとか知らないから合ってるか分かんないんだけど、多分ノルディスクのアルフェイムっていう、もうティピーテント、ザ・ティピーテントの形のね、あれが可愛いみたいになって、キャンプ欲が出たのはそっからですよね。そっからあれが可愛い、ああいうので泊まってみたいっていう、もう見た目の可愛さに惹かれちゃって、私は子供の時家族でキャンプ行ってたけど、ああいうテントはあんまり見なかった。それこそコールマンのロッジテントとかは多かったですけど、その記憶で泊まってるから、めっちゃ可愛すぎるんだけどってなってる。キャンプ場全体のさ、夜のライトアップされてる景色とかを撮ってて、なんか感動しちゃって、こんな世界あるのみたいなね。カラーも調べまくって、スイートグラスから初キャンプまでは1年ぐらい空いてるんですよ。まあ興味はそこで出て、なんだかんだまた忙しくて行けなくて、そうで1年後ぐらいにキャンプが流行りだして、スイートグラスでキャンプやってる人たちいたよねみたいな、そっから集め出して、もうやるならでも目指せああいう三角テントだったよね、最初は。最初はもうお金なくて5000円のテント、980円のシュラフ、本当に誰が使ったかも分かんない中古のシュラフ、二重にして使ってたの。1000円のシュラフを4個買って2個重ねて寝てました。でもそれでもハマったんだからすごいよね。ああ、うまかったいや、どうです？あ、食べます。あ、まだあんのスープ。まああとちょっとだけど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。おやつまで食べちゃったね、もちもちドーナツ。それあ顔を落とそうと思ってお化粧。ココアとコーヒータイム終わったから、顔を落としたら歯磨きもしたし、もう寝る準備します、今日はメリーにお尻貸してんの？本当だね。昨日は逆だったね。いいよ。僕は着替えも忘れましたので。俺もだよ。あ、俺もこのまま寝る。何も持っておりませんのでそのまま寝たいと思います。こうね、外が4度、最低1度らしいからマイナスいかなきゃ大丈夫でしょ、これで。ね、ちゃんと閉めて寝れば。入って寝る？2個目り入るかな。じゃあ入るでしょ。じゃあ今日はかぶりじゃなくて入りで寝ましょうか。あー、お腹いっぱい。もちもちクリームドーナツ美味しかった映ってないけど最後に食べたおやつね。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、山梨キャンプね、いろいろ見つけていきたいと思いますので、もうちょっと暖かいかなと思ったら結構寒かったね。ちょっとお門違いでしたちょっとね、甘かったね。忘れてましたね。いつもちょっと早めに春を先取っちゃうんだよね。麓っ腹とかもさ、やっぱゴールデンウィークまではストーブ使うからさ、なんか本当ってなるんだけど、本当にそうなんですね。またキャンプにもちょこちょこ行きたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録の方もしておいていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。おやすみなさい。何それ。ありがとうございました